松田さん、おはようございます。おはようございます。今日は何を教えてくれるでしょうか。今日はですね、デンドロビウムの苔玉を作っておりまして、それを紹介したいと思うんですよね。それも2種類、デンドロビウムの暁を去年から育てているやつと、去年ちょっと苔玉に巻いたやつですね、フィズっていうやつです。2つとも綺麗な花が咲きます。それを今回はですね、セットですごく綺麗な花2色ですからね、それもある程度適正価格で販売できればいいなと思っています。はい、そういうところで2つセットにしました。はい、そういうところを紹介していきたいと思います。暁っていう品種ですね。赤系のちょっと大輪系ですね。花芽が8個ぐらい入ってますね。はい、でも花芽もこれ一つからですね2、3輪咲く場合もありますんで、結構綺麗なバランスになってくれるかなと思います。形としてはですね、去年咲いたやつ去年咲いたやつからも花芽が出てます。3本ぐらい出てますね。これも3年ぐらいかかってるんですよね綺麗な花ですんで、こういった苔玉作りでもしっかり水さえやれば平気でこんな感じで育ってくれます。それと今度はこっち、フィズデンドロビウムのフィズです。山本デンドロビウムさんが作り出した品種になります。フィズっていうやつです。これもですね、だいたいバルブが3本ぐらい立っているやつを用意しています。でしっかり花芽が、ついておりますんで、今ポツポツっと出てるのが花芽です。しっかりこれバルブ3本に花芽がついておりますんで、これもですね10度以上置いてるハウスにも何発か置いてるんです。これはうちの店に置いてたやつで花芽がこれぐらいなんですけど、10度以上あるハウスにしたら花芽がこれぐらいに伸びております。はい、今回は苔玉作ってるのがこういう状態ですんで、こっちの花芽がちょっと小さいやつですね、まだ今から膨らんでくるというやつになります。苔玉はですね。でこの品種はちょっと背が高くなりますんで、こういう形のバランスになってきますね。で乾いたら水やるパターンですね。これも11月に乾かしたんで結構花もいっぱいついておりますし、こんな状態です。で苔玉の場合には乾きが早いんで、結構もう2、3日に1回は乾いてくるという状態になってきます。その時はですね、乾いたらバケツにジャブンという形で水やっていただければ大丈夫かなと思います。バルブがですねシワにならないように気をつけて水やればいいかなと思います。でこれからもですねもう花芽がもうできているんで、ある程度ガラガラにしないことが大事になってきますんで、水やりはしっかりやってください。できるだけ明るいところに置いとくと花芽がどんどん膨らんできますからね。そこら辺の花芽の膨らみとかも楽しめると思います。ですから今回はこの2種類をセットにして販売したいと思います。この販売はですね、くるから村さんの販売所の方で販売していきますんで、そこら辺も、YouTube の方からチェックしていただければいいかなと思います。はい、これがですね、デンドロビウムの苔玉、商品ナンバー1番です。1番の A と B という形で紹介しておりますんで、商品ナンバー1番です。デンドロビウム赤色の暁、それとデンドロビウムのこれは2色ですね。白にピンクの覆輪が入ってるっていうやつですね。すごく綺麗です。咲いたらむっちゃ綺麗なんで、皆さん本当に花咲いた時しかご購入されてないという方も多いとは思うんですけれども、こういって花芽がですねどんどん伸びていく状態もすごく面白いんで、そこら辺も体験していただければいいかなと思っております。はい、デンドロビウム苔玉の商品ナンバー1番というやつですね。これが商品ナンバー2番です。暁です。暁赤色の大輪系ですね。はい、しっかり花芽もついております。で、去年から苔玉作ってますので根っこもこういう状態ですね。はい、去年のバルブにもちょっと花芽がついていますんで、はい、これも楽しみかなと思います。でこの根の動きもいいですよね。根っこがこういう形で出てきておりますんで、はい、空中にかけて根っこも楽しめて花も楽しめるということです。で9月ぐらいまではまた新しいバルブが出て育ってくれるんで、夏場は観葉植物として見れるんじゃないかと思います。
山本デンドロビウムさんが開発した暁ですね。こういった作りをしているところはないと思いますんで、はい、またこういう苔玉も一ついいのかなと思っております。次がですね、商品ナンバー2番の B、フィズという品種です。これもバルブが3本立っております。3つとも花芽が来そうですね。花芽の膨らみ、この花芽が膨らんできますからね、本当に膨らんでどんどん大きくなっていくのも楽しみかなと思います。花つきも良くて、花もですね白に、紫色の覆輪がかかるというやつですね。すごく綺麗ですんで、ぜひ育ててみてください。こういうセットで紹介していきたいと思いますんで、これが、デンドロビウムの苔玉の商品ナンバー2番です。はい、もう花芽しっかりついてます。あとはこの成長を楽しむだけですね。はい、こういったやつを育ててみるのも一ついいのかなと思っておりますので、ぜひ挑戦してみてください。これがですね、商品ナンバー3番です。デンドロビウムの苔玉の商品ナンバー3番、それのこれは暁という品種ですね。暁、赤色の大輪系です。もう花芽がしっかりついてます。2、4、6、7つぐらいついてますね。と去年のバルブに本当は先端に1つついてますんで、はい、こういう形と根っこもしっかり出ています。はい、こういう感じですね。根っこの動きも面白いっていう形、ちょっと変わった上にも伸びてますね。はい、根がすごく、面白いかなというところです。はい、これが暁、商品ナンバー3番の A というやつですね。暁です。これが商品ナンバー3番の B というやつですね。フィズという品種です。バルブが3本出ていますけど、3本とも花芽がついております。はい、しっかり花が今から膨らんできますからね。それと根っこの方も出てきておりますんで、これが今年育てると秋ぐらいにはこういう形で根っこが出てくると思いますね。そこにも動きがあるから面白いかなと思います。今回はですね、ちょっとバルブがでかいんで大きいので、支柱を立ててみますけど、これを、寝かせてもいいのかなと思います。こういう感じですね。これがデンドロビウムの苔玉の商品ナンバー3番の B というやつですね。フィズっていう品種です。はい、でこういう形で商品ナンバー3番でセットで、いきますんで、はい、2種類ですね。はい、こういう形で、古川村さんの販売所の方で販売していきます。はい、3番よろしくお願いします。次はですね、商品ナンバー、デンドロビウムの苔玉の4番です。4番、これが暁という品種ですね。暁、しっかり花芽が伸びています。これは10度以上、最低温度が10度以上のハウスで育てているんで、ちょっと花芽が少し大きいです。花芽が大きくちょっと膨らんでいますね。はい、こういう感じです。あとはこれが大きくなってくるのを待つだけですね。で根っこもしっかり張っておりますんで、はい、赤色のデンドロビウム大輪系ですね。はい、これが一つです。商品ナンバー4番の A という品種ですね。で次がですね、こちらが商品ナンバー4番の、B というやつですね。はい、これもバルブが3つあるんですけど、3つとも花芽が来ております。もう膨らんでおりますね。しっかり花出しがこれはいいんで、一つのバルブに結構咲いてくれます。はい、根っこも少しずつ出てきそうなんで、今年の秋には本当にこれぐらいの根っこのは出てくれるかなと思います。これがセットで、デンドロビウムの苔玉の商品ナンバー4番というやつですね。これがですね、商品ナンバーデンドロビウムの苔玉の5番です。5番の A というやつですね。これがですね、デンドロビウムの苔玉の暁というやつですね。しっかり花芽が伸びておりますんで、これがどんどん今から膨らんできます。つっているんで、苔玉つっているんで、こういう形で下向きになっていますけど、重力にある程度逆らいながら上に少し伸びたいなというところでこういうバランスで、今成長しております。根っこもしっかり出ています。はい、で続いてこれがですね、
商品ナンバー5番の B というやつで、フィズという品種ですね。これもバルブ3本に、花芽がついております。花芽が今からどんどん膨らんでいきますね。これはうちの店で今管理していたんで、花芽がですね、ちょっと膨らみがちょっと少ないんですけれども、今からどんどん大きくなっていきます。バルブ3本に花がつきます。はい、こういう形ですね。でこれがですね、商品ナンバー、5番です。2品種揃って、販売したいと思いますんで、ご購入よろしくお願いします。これもですね、クルカラ村さんの販売所の方で販売していくと思いますんで、そこで値段のチェックとか、株のバランスのチェックとか、そういうのをされてから、ご購入の方をよろしくお願いいたします。デンドロビウムのフィズってやなんですけど、デンドロビウムって結構この黒い点々がつくんですよね。はい、なかなかこれはなかなか止められないという形なんですよね。結構入ってくるんで、これはですね、去年の葉っぱなんですけれども、こういうのはですね、取ってあげても全然大丈夫ですんで、はい、気になるようであれば取ってあげればいいですね。はい、取っても全然平気ですね。こういう感じで、皆さんきれいにハサミで取った方がいいと思いますけどね。ハサミの場合には一回熱消毒してから取ってやるといいと思います。こういう形できれいに取ってあげれば大丈夫ですね。取らなくてもいいの？取らなくてもいい？そうですね、取らなくてもいいけど、もし気になるようであれば、ハサミで切ってあげてもいいですし、はい、取ってあげてもいいです。結構デンドロビウムの場合、古い葉っぱはこういう点々斑点が出る場合がありますんで、はい、完全に止めたい場合は殺菌剤もやった方がいいとは思うんですけれども、はい、うちは無農薬で結構やってるんでこんな感じになってしまうんですよね。はい、殺菌剤を結構やられる方もおられます。これが出ないようにということですね。結構出てくるんで、これはちょっとしょうがないところもあるのかなと私は思ってるんですけどね。はい、完璧な几帳面な方は多分殺菌消毒されてると思うんですけどね。はい、問題はない。はい、そうですね。あんまり問題はなさそうです。これがあるからって花が咲かないということはないですね。これが全体的にバーッと広がってきたらまたちょっと考えなくちゃいけないと思いますけど、ある程度のところであればもう切ったり取ったりして対処してやればいいと思います。はい、新しいのに出てないんですけどね。はい、本当にこの花芽が膨らんでいるのが面白いかなと思っておりますので、皆さんもぜひ挑戦してみてください。花を咲かせるためにはですね、ガラガラにしないことが大事になりますので、乾いたら水やる。それと苔玉の場合には普通の鉢より倍ぐらい乾燥が早いんで、そこら辺は乾いたら水をやるというのを心がけてください。やるときにはバケツにジャブンとしっかり水を吸ててからまた水を切って上にかけてあげるといいかなと思います。はい、なかなかこういった作りはないと思いますので、またぜひ挑戦してみてください。はい、今回はどうもありがとうございました。ありがとうございました。